アメリカ。自由の大地。もしあなたにアメリカンドリームが存在すると言ったら、しかしそれはあなたが想像する形ではないとしたら、アメリカにはほとんど知られていない場所がある。調子を付し埋閣的な秘密を秘めた場所。しかしご注意を、ここで目にするものはあなたの視点を大いに変えるかもしれません。あなたはこれからアメリカン州国で最も誠意的な10の場所を発見しようとしています。そしてドキュメンタリーの終わりにはアメリカンドリームへの認識が二度と同じではなくなるでしょう。誰も語らなかった視点でアメリカ南州国を見る準備はできていますか？斑立ちで多様なこの国は今なおマリアク理想の上に助かれました。すべてが可能に思える夢への大地、体調と無限の可能性に満ちた大地は創設以来自由とチャンスの精神を抱えながら世界最大級の文化的、歴史的、自然的経営の舞台となっています。国のパモプンゼに虫を生む風景やアメリカのアイデンティティを気を作った記念牌、そして魅力的な物語が眠っています。さあ、この国の多さじを探求する準備をしてください。夢であやく通りから純粋で名もつかずの子でそびえる大自然の地平線までアメリカをせる景色に飛び込みましょう。これらの境界内で出会うのは地理だけではありません。生きた歴史、万有性の文化、そして未来を気を作り続ける圧倒的な例なのです。これから目にするすべての場所、文化、音、影響は偉大なアメリカという国を構成する複雑な層の反応なのです。このドキュメンタリーでは大都市の戦争から大和羽の心と言われる経済までモザイクのような体験へとあなたを連れ出します。驚き、考え、心を揺さぶられる準備をしてください。常に何かを教えてくれる大抵の秘密と実を届き明かしていきます。今まさに始まろうとしている地は単なる目的地の物語ではありません。アメリカそのものの心臓部の物語です。果てしない大都市の激動からとも願い風景の落ちる今朝まで、アメリカは一類なきスペクタークルを私たちに提供します。すべての通り、広場、予言、公園で国家を据いた歴史の鼓動を感じることができます。大胆な革新の精神と壮大な自然の毛を調和させる数を歩みの中で学んできた国なのです。しかしアメリカ、そして特にニューヨークを今日の子たら占めているものは何でしょうか。その大地が秘める物語とは、山々、川、そして都市にこだまする秘密とは。それをこれから一緒に見ていきましょう。その前にぜひチャンネル登録を確認し、ベルトーチをオンにしてこの冒険にご一緒ください。これから開かれる道は迷子に満ち、まだ始まったばかりなのです。私たちの道はここから始まります。アメリカ南州国の中心で厳重に守られた秘密、ほとんど語られることのない物語。準備はいいですか？
あなたがこれから知ることは眠らない街への視点を変えるかもしれません。ニューヨーク、アメリカ合衆国の文化的自然的心臓部。近代世界の中心、入浴から始まる历史に備えてください。眠らない街はエネルギー、芸術、歴史でまだ言っています。その通りは、コンクリートとアスファルト以上のもの、文化、家臣、夢を呼吸する生きた有機体の欠陥なのです。マンハッタンの不祖を歩く自分を思い描いてください。この大都市の鼓動する心臓部です。タイムズスクエアの偉い転校石板からエンパイアステートビルの眉間ある建築まであらゆる今日が一打所です。ご存知でしたか？この象徴的建造物は大空港の最終わずか13ヶ月で建設されたのです。これはアメリカの武さを体現する偉業です。ブロードウェイを下っていくと、世界で最も有名な議場で語られる物語にことが国に立たずにはいられません。オペラ座の怪人はミルトンなど、グドークの作品は単なる書ではなく、人間の正への多母なのです。セントラルパークでは芸術と自然が完璧な調和で融合しています。100年を超える熱意がストーリーとアーティストの音楽に揺れ、象徴的な首里は天空と底を行き交う人々の目をよし出します。そして遠くに自由と希望の最大規の象徴の一つ、自由の女神像がこうきゃがします。鼻炎に満ち道ともだつその子は世界への灯台のように土地を掲げ、新たな始まりを求める人々にとってニューヨークが常に安全なトゥアであったことを思い出させます。1889年以来、この巨大な芸術作品は夢と不安を抱えてアメリカへ到着した数百万の移民が最初に目にする光景でした。水平線を見つめるその目は信じる者に不可能はないと語りかけるようです。自由の赴きは単なるモニュメント以上の存在です。その命の貢献は機体力と命の海を表し、自由が普遍的な理想であることを思い起こさせます。足物明版には有名な名句、疲れた者、貧しい者、自由のシスティを求める祈る変なき群衆を私に与えよとかまれ、より良い未来を追求する者たちへの応援の呼びかけとなっています。近代的な摩天論の中で彼女はアメリカ精神の揺るぎない衣装として立ち続けています。そして入浴が全ての秘密を明かしたと思ったその時、州の最北端にあるナイアガラの竜の壮大さが死を気がします。ここでは景観が完全に一変します。まるで自然そのものが私も芸術家だと示すかのようです。こうと落ちるダリズはまるで神の声そのもののように向き渡り、創造の圧倒的な力を思い起こさせます。何千年もこの地に暮らしてきた原住民にとってここがどのように映っていたか想像できますか？彼らにとって竜は単なる自然の景義ではなく、象徴と良性に満ちた生児でした。今日、人の手によって部分的に制御されているとはいえ、ナイアガラはなおもその手なけられない本質を保持しています。大自然の壮大さの前で自分が小さく感じられた場所に行ったことがありますか？
ニューヨークの都市世界と竜の野生世界、どちらがあなたの想像力をより騒ぎ立てるでしょう。あなたがこれらの定義をどう見るか、ぜひ教えてください。さて、牢の輪を抜け出した私たちは、全く異なるが同じく、火気に満ちた目的地への道を照ります。日々不可能が現実となる場所の光、引路、エネルギーに神を見ざねましょう。エンターテインメントとラグジュアリーの概念を再定義した街ラスベガスを探検する準備をしてください。砂漠の威嚇がいかにして地球上で最も歌望される目的地の一つへと変貌したのでしょう。決して消えることのないネオンの背後にはどんな物語が隠れているのでしょうか。さあ、初期の評判を超えてユムジと過剰のメッカとなったこの街のせだきと魔法へ飛び込みましょう。ラスベガス、エンターテインメントと追作の街。ネバダの巨大な砂漠の触手下にあらゆる理屈を超越する都市がそびえぽだっています。ラスベガス、主語に罪のトルと呼ばれるこの街は人類の想像力が追作、箇所、楽しみのオアシスを助く悲願な途上を見つけた場所です。覚えみなく輝くネオンの下で人生は一瞬で変わり、夢は叶うか、あるいは消えとるのです。ラスベガスの物語は、疲れた理事のための小さな砂漠の潮流所として始まりました。20世紀初頭、誰でもこの地が将来どうなるかを予想できませんでした。1931年、ネバダ州でのギャンブル元宝化により都市の運命は動き始めます。すぐに宣言の命を持つ起業家たちがここに巨大な可能性を見出しました。こうして最初のカジノトリゾトが誕生し、エンターテインメントの概念を再定義する時代が目を開けたのです。よくご覧ください。ここがラスベガスストリップ、世界でとも有名な大通りの一つであり、壮大さがあらゆる西部にあろっています。シザズパレスのロマ墳の元首とタイリー氏の彫像が古代ロマの栄光を呼びきます光景には誰しもが圧倒されることでしょう。通りの向かい側には砂漠の真ん中に再現されたフランスの街並みへとあなたをサンドパリス、ラスベガスのエッフェル塔があります。夜が更けるとベルラージオの本水がクラシック音楽に合わせて踊り、あらゆる年代の訪問者を感動させる無料のショーを繰り広げます。ハルデナ・ファーサドの寺には魅力的な物語が隠されています。例えば、バグジー・シゲルによって設立された伝説のフラミンゴホテルでは、ギャングたちが砂漠をエリートの遊び場へと変えた時代の残照を感じ取ることができます。名と舞閣のオーラは今日まで続き、カジノは軍を示したい人々の中心的存在であり続けています。ところで軍といえば、ラスベガスは単なるギャンブル以上のものだとご存知でしたか？この街は唯一無二の体験の震源地です。セリヌ・デヨンやエルトンジョンなど伝説的エーティストのショーから観客に現実を雇わせるマジシャンまで、ラスベガスは通常を超えるエンターテインメントを提供します。
この街が訪れる者の心を捉える様にはほとんど神秘的な何かがあります。しかしラスベガスの特別さは光の目だきだけではありません。運チェの郊外にあるレッドロックキャニオンは驚くほどのコントラストを見せてくれます。険やかな葉の演技はモダンな世界においても自然がその存在を主張していることを思い出させてくれます。その景気をひぐるのはフーズの音だけ。ほんのかきろせにラスベガスの戦争があるとは思えないほどの静けさが広がっています。ここで一つ問いかけましょう。日常が非日常という場所で暮らすのはどんな感覚でしょうか。毎晩が人生の直球のように感じられるこの場所。それがラスベガスの魔法なのです。ラスベガスを後にして、ハシュサからアメリカの歴史のゲノコンへと向かう移り変わりに注目してください。次に訪れるのは、自由と民主主義の理念が大理石と小塔に刻まれたワシントン DC。アメリカという国家の物語が語られる記念碑の数々があなたを待っています。ワシントン DC、歴史的モニュメントの街。アメリカ南州国の首都、ワシントン DC へようこそ。この街では歴史の込みがあらゆる場所に感じられます。自由、正義、民主主義という理想が記念碑の中で漆づき、毎年何百万人もの人々に感動を与えています。威厳ある外観や火力大理石のパラガーには、下地性勇気、そして国家を腰作った決議の物語が隠されています。物語は国の中心であるナショナルモルから始まります。この広大なヒルシャーナはアメリカで最も象徴的なランドマークに刻まれています。そこに立つアメリカ南州国一階議事堂は世界をも動かす重要な決定が下される場所。その白いドームは古代ギリシャの神殿を思わせる新古典主義建築であり、生きた民主主義の象徴でもあります。モールの反対側にはリンカーン記念館があります。これはアメリカ史上とも偉大な指導者の一人に下げられた賞辞です。階段を上ると死所にふけるリンカーンの巨大な賞が出迎えてくれます。彼には平等と自由の精神が刻まれた彼の言説が刻まれており、すべての人は平等にそうられたというゲティスバーグ言説の言葉に誰もがシンプれることでしょう。では時代を遡ってみましょう。1960年代、公民権運動が最高潮に達したワシントン DC の光景を思い描いてください。このリンカーエンル記念館は歴史上最も感動的な言説の舞台となりました。マティン・ルサー・キング・ジュニアによる「罰には夢がある」。その言葉は今もなおアメリカだけでなく世界中に平等と正義を訴える向きを持ち続けています。モールをさらに進むと第二次世界大戦記念碑にたどり着きます。40万人以上のアメリカ人兵士の命に捧げられた感動的なトリビュート。重要の盆水と花感動面の種が国家が危機に立ち向かった団結の象徴となっています。一歩一歩歩くごとに死の一つ一つが勇気と不自制の物語を囁いているかのようです。
さて、あなたに問いかけます。これらの記念牌はあなたにとって何を意味しますか？アメリカ人でなくとも、これらの場所は自由の価値、理想のために戦う意義。そして歴史が私たちの人生に与える影響を教えてくれます。私たちは地球市民としての役割について考えさせられるのです。しかしワシントン DC は大利子と行通だけではありません。少し歩けばアメリカ大統領の高地ホワイトハウスが巣を先します。ジョン・アダムズ以来、歴代すべての大統領がここに住んできました。1814年、米ヨ戦争中に英国軍によって焼かれましたが、不死鳥のように貝の中からしゅがり、和気国家の武空の精神を象徴する存在となりました。科学と探求が好きな人にはスミソニアン博物館群はたまらない場所です。月面に人類を送り込んだ宇宙カプセルから数百万年前の恐竜の化石まで展示されています。年齢や関心をち問わず、ここは人類の知識の広さと発見がいかに私たちの世界の理解を変えるかを感じさせてくれる場所です。一つ忠告しておきます。ワシントン DC を歩くと、不軽い感情があなたを扱うかもしれません。記念牌も死も、まるで魂に語りかけてくるような力を持っています。自分自身の処理や歴史の中での自分の役割を考えさせられるでしょう。ワシントン DC に別れを告げ、新たな目的地が私たちを待っています。次の旅はアメリカでとも象徴的な狩りの一つ、アスファルトと表示以上の意味を持つ道、ルート66へと進みます。そこには冒険心を象徴する物語が曲がりくねった間ごとにキャチまれています。ルート65、自由の団地。デネス・トゥワトゥとなった道へようこそ。アメリカンドリームと自由の象徴、それがルート56です。これは単なる道路ではなく、何時代にもわたり生命、挑戦、生理が流れた動脈なのです。メナルトニ類とも呼ばれるこの道は、2つの軸を横断し、アメリカの中心を結ぶ中で、自然、文化、物語のパノラマを見せてくれます。実は1926年、ルート66が正式に開通した点を想像してください。当時、アメリカは大きく変貌しつつありました。工業化が進み、自動車が一般に広まり始めた時代。この道は単なる移動手段ではなく、東西を結び、小さな地と大都市をつなぎ、現在と未来をつなぐ希望の象徴でした。ハンドルを握り、なりの始まりをトムにしましょう。出発地点はイリノイ州シカゴ。高層ビルがそびえるこの活気あふれる都市から、ルト66は冒険の約束として始まります。中西部の大平原を横断すると、死が止まったような地が現れます。クラシックな持てるネオンサインのダイナ、そして何十年にもわたる流人ごとの物語を見守ってきた修理工場。で、この歴史の象徴的な場所の一つが、ミズーリ州スプリングフィールド。
ここはルトー六州六国単勝の地とされ、激闘や乱の中を住みながらも目的地を目指す開拓者たちの精神が息づいています。ガソリンスタンドやドギャンイのレストランでの立ち寄りはエネルギーを普及し物語を分かち合う貴重なひとときでした。一つ物語をお話しさせてください。1930年代の大空港の時代、ルート66は何千もの家族にとっての目岡でした。アメリカ中部をどかった干ばつダストボールから逃れ、彼らはルビタートラックに全財産を積み込み、カリフォルニアへと希望を説いて向かいました。ルート69は単なる道路ではなく、希望への門だったのです。年節へと進むにつれ、景色は山変わりします。中西部の平坦な大地は南西部の寄付に踏んだ風景へと変わります。テキサス州ではキャデラックランチに出会えます。クラシックカが地面に突き刺さるように並ぶ幻想的な野外エイト。さらにニューメキシコやアリゾナでは葉とオレンジに染まる砂漠が広がり、蔵は果てしなく続きます。そしてルート66でもとも巨的な場所の一つがズラを高します。グランドキャニオンです。ルートの本線からは少し外れますが、必ず訪れるべき場所です。ここでは神の創造の壮大さが全ての形で現れます。集中にも重なる顔の層は数十1年にわたる地球の歴史を物語り、自然の偉大さの前では人間の存在がいかに小さなものであるかを思い知らされます。しかしルート66も常に順風満帆だったわけではありません。1980年代、この道は公式には廃止され、高速道路網にとって変わられました。多くの人がこの道とその象徴する全てが消え取ってしまうのではないかと恐れました。しかし伝説と同じくルート66は忘れられることをかみました。保存活動や愛好家たちの努力により、このメナルトネシは再び形を吹き返し、今もなお世界中からルネトに焚きつけています。ここであなたに質問です。あなたが手に出たくなる理由は何ですか？自由を求めて、新たな体験への覚悟、それとも多くの人たちと同じように自分自身を見つけ直すためでしょうか？コメントであなたの考えを聞かせてください。この理についてあなたはどう感じていますか？そしてついにこの伝説的な旅の中頂点にたどり着きます。カリフォルニア州サンタモニカエンド・オブ・ザ・トレイルの表示がルト66の9の終わりを告げます。太平洋の長風は壮大な旅の完了を祝福すると同時に、さらなる冒険への扉を開くように感じられます。さて次に向かうのは明るく陽気なエネルギーに満ちた手、フロリーダ、楽園のようなビチ、夢のようなテーマパーク、そして多様な文化が織りなす物語があなたを待っています。冒険はまだ始まったばかりです。はい、フロリダ、太陽と夢の楽園。フロリダへようこそ。アメリカでも種子の象徴的な軸、サンシャインステートとして知られるこの地。自然の豊かさ、楽園のような美地、そして活気ある都市風景が美しい調和をし出ています。ここには夢のような風景と驚くべき物語があらゆる価値に待っています。
どんな年代や文化の人も魅了するこの地で、あなたもきっと驚くことになるでしょう。隔離はフロリダ東海岸から始まります。マイアミビーチの黄金のサバパと抱き通る海をご覧ください。強い太陽の下で街の鼓動はエネルギーに満ちています。何十年もの間、マイアミは積廉と多文化の象徴となってきました。1980年代、この都市はラテンアメリカ、特にキューバからの移民によって文化の関空へと変貌しました。建築、音楽、詩文化のすべてにその影響が感じられます。リトルハバナはただの観光地ではありません。ここには困難を乗り越えて生き抜いてきた家族の物語が胸くづいています。余暇的な創建から逃れて、わずかな希望だけを胸にこの地へだねりついた人々。今、この通りにはサルサの音楽、キューバンコハイの香り、そして信念を継わなかった人々の魂が向いています。そしてアメリカ本島最南端に位置するキーウェスト。この魅力的な道は静けさとインスピレーションの聖語です。作家エーネスト・ヘミングウェイがここで秩序の名作を生み出したのも納得です。セナイロチやパステルからの無造キャブツを歩けば、詩の流れが緩やかに感じられ、まるで異世界に迷い込んだような感覚に包まれます。しかしフロリダ派ビーチャー都市だけではありません。州の奥深くにはエバグレズという野生の世界が広がっています。この巨大な湿地帯にはアメリカワーニャ、フロリダパンサーといった驚くべき生物たちが暮らしています。神の創造の複雑さがそのまま現れている場所です。風景はまるで動く会話。経済の中に自然の収支が感じられます。ここで少し立ち止まって考えてみませんか？現代社会とテクノロジーに頼まれた私たちの世界において、こんなにも間もつかずで神秘的な場所がまだ残されていることに驚きませんか？エバグレズは創造の美しさがすぐそばにあることを思い出させてくれます。それは守り去るべき贈り物なのです。そしてもちろんフロリダといえば外せないのが世界的に有名なテーマパーク。オーランドは夢と想像力の中心地。ウォルト・ディズニー、ワールドやユニバーサルはスタジオなど、誰もが一度は憧れる場所です。ここでは子供が夢を信じ、大人が再び子供の心を思い出します。興味深いトリビアを一つ、ユニバーサル・スタジオがハリー・ポッターの世界を再現することを決めたとき、それは単なるアトラクションではなく、完全なる美乳体験である必要がありました。ホグワーツ城の一つ一つの時は、映画の魔法を再現するために精密に設計されました。魔法の廊下からグリンゴツツ魔法銀行まで、細部までこだわり抜かれています。ホグズミドの街を歩いたり、ホグワーツ特集に乗ったりする体験は、魔法の世界へのキーをくぐるようなものです。音、香り、空気までもが、ほずれる人々を物語の中へと誘います。フロリダを担保する中で、その豊かな歴史にも出会います。例えば、
セント・オガステイン。ここは1565年にスペイン人によって助かれたアメリカ最古の都市です。史実の通り、古い要塞や教会には征服者、海賊、入植者たちの物語が刻まれています。古希な時で助かれたサン・マルコス宅は家臣と抵抗の将として今もそびえむだっています。太陽の光が透き通る海に反射し、ヤシの芽が手に揺れる地下、全く矢となる目的地へと目を向けましょう。フロリダが見せてくれたのは、太陽の分盛、海の魔法、人間のしなやかな強さ。しかしこのリリにはまだ壮大な転換が待っています。熱帯の上総を離れ、ピューリと木に包まれた広大な世界へ離列準備をしてください。これから私たちはアラスカへと向かいます。そこはピューリと木のリズムに合わせて命が形作られる野生で草原な大地です。その地では滅つかずの世界の神秘が明かされます。見え外れた動物たち、泣きをたむような景色、そして理解を超えるような生存の物語が私たちを待っているのです。アラスカが私たちを待っています。神の創造が手も草原で神秘的な句を取る場所。寒さに備えてください。山の競技と病後の強気が私たちにこの地球の偉大さを思い出させてくれるでしょう。アラスカ、米と野生の王国。遠くに広がる白と白の地平線。終わりのない世界がそこにあります。ようこそ、アラスカへ。修羅はルヤ湖に踊り、風が太古からの物語を語るこの風てついた王国へ。草原な山間に科学病語化、過去な自然に眺みながら生きる生命。美の偉大な創造を支部で感じる敵、それがここなのです。この夜の世界の中で、オーロラが空を幻想的に照り出す姿を想像してみてください。まるで神が空に描いた絵画のよう、その壮大さに私たちはただ見とれるしかありません。アラスカは単なる場所ではなく、魂を変える体験なのです。何千年もの民、アラスカにはインヌピアットアシやユピックアシなどの原住民族が暮らしてきました。彼らは自然との深く霊的なつながりを助き、狩りと漁業を通してこの過酷な環境で堅実に生き抜いてきました。幾に払われた村を思い描いてください。イグルや木造の小村には時代を超えて語り継がれる物語があります。氷の上でアザラシを守り、うごる川でサモンを釣る日々。一つ一つの仕事は人間の練り強さと貝から受かった修行力の産区です。そしてこの地で手も象徴的な存在たち、気流でサモンを守るグリズリベアたち。ペトイ空語ユーカニムハクトワシ。池に払われた森を静かに歩くヘラジカたち。で、この地のすべての生き物が過去でありながら美しい環境に完璧に出用しています。体高3メートルに対するグリズリービーや
その強いすねはまるで人物のよう。それでもその動きには段差のような優雅さがあります。孤独な狼が満月に向かって現場へする子。それは単なる自然の光景ではなく、地球という生命のバランスの奇跡なのです。そして夜が訪れると、アラスカは地球上でとも壮大な光景の一つを私たちに見せてくれます。オーロラです。夜空を見上げてください。険やかな色がうねり絡み合い、まるで宇宙そのものがあなたの存在を祝福しているかのよう。この現象は単なる科学ではありません。それは精神的な体験です。静かな微強の念が無に下がり、私たちが自分を超えた何か偉大な存在の前にもだっていることを感じさせます。神の存在をはっきりと感じられる場所があるとすれば、それはまさにここ、アラスカです。広大な氷河から個々な環境に使用する生き物たちに知るまで、この地のすべてが神の掟による結査であることを示しています。慣れたとして私はそれをただ語るだけでなく、あなたの心で感じてもらうことこそが使命なのです。でもいいこそ体を温める時です。厳しい寒さから抜け出し、太陽が照らす美地と過信と魅力に満ちた州へ向かいましょう。次の目的地はカリフォルニア。ザマナが海と出会い、夢が現実となる開きが止まらない場所です。さあ一緒にこの壮大な四季の次のショーンを発見しましょう。カリフォルニア、太陽の芽吹きと過信の地。険やかな凝空の下、太陽が決して休まないこの地に、カリフォルニアはその考えない魅力で私たちを引き寄せます。メラキに輝く美地と最先端テクノロジーの精神が出会う土地。夢はここで生まれ、命を吹き込まれます。太平洋の谷の上でもシリコンバレーの工房でも、ようこそカリフォルニアへ。自然の豊かさと人類の葬儀が完璧に調和する場所です。ゴルードラッシュの時代からカリフォルニアはチャンスの象徴でした。想像してみてください。回復約束を追い求めて砂漠や山を越えて進んだ男女の子を。彼らが探していたのは義務そのものではなく、人生を変えるチャンスだったのです。そのエネルギーは今もこの地に息づいています。この州に足を踏み入れた瞬間、未来を粉作る振動をちらで感じるはずです。人類の英史を象徴するゴールデンゲートブリッジから、地気さに満ちたナパバレのワイナリまで、カリフォルニアのすべての場所が夢と次元の物語を語っています。カリフォルニアの海岸はそれ自体が特別な景景です。サンタモニカの金色の砂浜を歩くことを想像してみてください。あるいはマリブの西洋を眺めながらオレンジとピンクに染まる地平線が溶けていく様を、そしてもちろんマーベリックスの巨大なではサーファーたちが海と踊るように挑戦を繰り広げています。太平洋を見つめると心が変わります。まるで永遠を見ているかのように感じられます。ワニの縁、顔の香り、神の創造の広大さと、その偉大さの前に目立つ私たち自身の小ささを思い出させてくれます。カリフォルニアを象徴する場所といえば、やはりハリウッド。
ウォークオブフェイムを歩いてみてください。足元にけらくスターの名前は時代を超えて人々を魅了した物足りの忠義たちです。ユニバーサル、ワーナ、ブラザスといったスタジオでは今物語が築いています。しかしハリウッドは単なる話やかさではありません。それは想像の中心地、感動を呼び起こし、心を揺さぶり、人を変える物語がここで生まれています。物語を語る者として、この地とのつながりを深く感じずにはいられません。そしてマジェと見返えば、そこには未来が真となって助かれる場所があります。シリコンバレー。テクノロジーの家臣が集まるこの地では、世界を動かすツルを生み出すために無数の頭脳が階級しています。ガレージから始まった物語を想像してみてください。そこがアップル、グーグル、テスラといった企業の誕生の地。プログラマーやエンジニアたちは真下の課題を解決するために就業を問わず働いています。想像力とテクノロジーが出会い合い、世界を変える場所です。カリフォルニアの話をするなら、その自然の美しさも見出せません。ヨセミテ国立高原。巨大なセコイアの森と虫をダむような竜の数々。ここは神の偉大な創造を生きて体感できる地です。樹齢2000年を超えるソピの間を歩くことを想像してください。それらは死の証人であり、生きごる強さの象徴でもあります。地の天外から空を見上げたとき、永遠というものを感じる瞬間が訪れるでしょう。カリフォルニアは単なる州ではありません。それは精神の状態でもあります。夢を大きく描き、努力を惜しまず、決して諦めない心を思い出させてくれます。果てしない風景の中でも、活気ある都市のエネルギーの中でも、カリフォルニアは不可能とは視点に過ぎないと教えてくれます。今、20歳はカリフォルニアの陽光から離れ、誰と野生が調和して踊るような土地へ向かいます。アメリカ米部のブダイコ地方。広大な淡水の世界と豊かな生態系、そして人と自然の深い結びつきが私たちを待っています。次なる冒険へ一緒に出発しましょう。ブダイゴという敬儀の鳥を続ける前に、ちょっとだけお知らせです。あなたはもうチャンネル登録を済ませていますか？私たちの火星では牛を踏むような影響とともに世界で最も魅力的な場所を探検する壮大なドキュメンタリーをお届けしています。まだの方は今すぐチャンネル登録ボタンをクリックしてこの忘れられないタルリの次のエピソードを見通さないようにしましょう。それでは日々でも種子の自然の経緯、ブダイコ地方を探検する旅へ出発しましょう。一緒に一なる誰の世界へ。ブダイゴ地方、誰と生命の騎士。アメリカでも最も魅力的な自然の経緯の一つへようこそ。ここは水が死となり、命が生物多様性という命の舞台で踊る場所、ブダイゴ地区です。スペリオル湖、ミシガン湖、ヒューロン湖、エリ湖、オンタリオ湖。この5つの淡水湖から乗る広大な水水は、国境や時代を超えて芽吹き続ける自然の宝石なのです。ブダイゴは単なる自然資源ではありません。それは生きた歴史。何千年前、容赦ない病号がこれらの巨大な釣りを削り出しました。
ビョリが吹いた時、そこには美しさと意味が残されていたのです。これらのトゥレはあまりにも広大で、安便に立つと地平線がまるで海のように果てしなく見えます。ネイティブ、アメリカンにとってこの水は単なる生活の量ではなく、神から受けられた神聖な贈り物でした。この地に最初に住んだ原住民たちは、今も湖畔に向く深い物語を映しました。ブダイ語の中かで最大のスペリオル湖は、まさに自然の力そのものです。そのせなんだ水面は、蔵を完璧に映し出す潮のようでありながら、より知れないピソも秘めています。最大水深400メートル以上、ブダイ語で最も深く、最も冷たい湖、豊かな水生生物の矛です。興味深い指示と一つご紹介しましょう。スペリオル湖には珍味川が数多く眠っており、無ダイ湖の牧場母とも呼ばれています。それぞれの南波河園は容赦ない乱やどうぼえた郊外の物語を封じ込めた死のカプセルなのです。目を閉じてこれらの内図に生きる生命の多様さを想像してみてください。小さな淡水魚から白頭ワシのような名言ある鳥たちまで、無ダイ湖では生物多様性の楽園なのです。そしてここでは野生動物だけでなく、多くの人々との暮らしもこのダレに据えられているのです。ご存知でしたか？これらのナウは4000万人以上の人々に飲料水を供給しています。それは壮大な自然もまた壊れやすい存在であるという真実を教えてくれます。私たちにはこの神の創造を守る責任があります。少しだけあなたと分かち合いたい思いがあります。無ダイ湖は私たちにつながりを思い出させてくれる場所。湖畔を歩き、水上を利する中で、私たちは自分がはるかに大きなものの一部だと感じるのです。一の誰も生きとし生けるものも、すべては絶妙なバランスの順目に乗り立つ生命の論。私たち人間もまたその創造の一部を守る責任を持っているのです。さあ今、私たちはブダイ湖地域の分野下で豊かな水辺に別れを告げ、新たなツアーへと踏み出します。次なる目的地は、まさに大地が呼吸する場所、文字通り地球が生きていることを感じられる土地なのです。準備はいいですか？これから向かうのはイエロストーン国立高原、健全県、温泉、そしてイルケンヤカな野生動物が私たちを待つ、まさに自然の奇跡です。地球上で最も古く、最も魅力的なエコシステムの一つが持つ、その烈強さと美しさにきっと届かされることでしょう。さあ、一緒にこの壮大な滝を続けましょう。イエロストーン国立高原、自然が生んだ奇跡。バイロストンという枝を聞いて単なる国立公園を思い浮かべてはいけません。それは聖牛、大地が鼓動し呼吸する神の偉大な創造をそのまま体現した場所。ようこそイエロストンの家、まさに自然の奇跡が胸気づく場所です。実は1972年、拡大を続けるアメリカは8982平方キロメートルにも及ぶ広大な土地を守る決断を下しました。そこには比類なき自然のタクト、地質学的に特異な現象が数多く存在していたのです。こうしてイエローストーンは世界で初めての国立公園となりました。
それは人類の環境保護への第一步でもありました。ここでは健全犬が予想もつかぬダンスを踊り、たり豊かな温泉がまるで芸術作品のような風景を描きます。野生動物が自由に歩くそは、ここが人間もまた自然の一部であることを思い出させてくれます。耳を潤ましてください。大地の音が聞こえますか？気を閉じて、オルド・フェイスフル健全犬の盆出銀を想像してみてください。高さ30メートル以上にも大する熱水の種が、まるで自然の意志そのもののように泣き上がります。それは地球が柄を語るメッセージ。ご存知でしたか？世界の健全犬の 60% 以上がここイエロースト N に存在しています。この経緯は私たちが今巨大な集火山の上に戻っていることを意味しています。もし目覚めれば人類の歴史を変える可能性すらある巨大な火山。でも恐れないでください。今はこのエネルギーが私たちに美しい光景を与えてくれています。巨大な草原にのんびりと草を惜しむバイソンたち。イエローストーンは美味最大級のバイソンの生息地です。かつて絶滅の危機に瀕したこの動物は今や復活と希望の象徴としてこの地に生き続けています。そしてもう一つの注意、狼。1990年代、イエローストーンへの再投入によって生態系全体が急激に変化しました。鹿やヘラジカの巣が調整され、姿勢が回復し、川の流れまでが変わったのです。まるで神の手が自然のバランスを取り戻していくような光景でした。さあ、温泉の奇跡を見に行きましょう。でも壮大なグランドプリズマティックスプリング、剣やカナブル、オレンジ、赤。肛門でも生きるバクテリアがこの信じられないような酒剤を作り出しているのです。これが神の傑作でなくて何でしょうか。一つ一つの色、一つ一つの模様が過酷な条件の中でもマタニを奏り出す神の芸術を物語っています。率直に言いましょう。イエローストーンは前所さを学ぶ場所です。この自然の中を歩くと、自分がいかに小さく、自然がいかに偉大であるかを心の地から実感します。一つ一つの下前犬、動物たち、景色、すべてが私たちに本当に大切なものは何かを問いかけてきます。あなたは感じたことがありますか？その場に立つだけで自然に感謝の気持ちがあふれてくるような瞬間を。でも私たちの地はまだ終わりではありません。もしイエローストーンが大地の鼓動ならば、次なる場所は太平洋の鼓動なのです。さあ今度はトヌシが歌い、自然が色と毛で踊る場所へ。ハワイ、氷銀のビーチ、火山が生きる大地、そしてハニの文化が綱雫く楽園へと出発です。熱数の美しさが広がるこの道理を共に探検しましょう。シートベルトをしゃめて。ハワイは他では味わえない特別な体験をあなたに与えてくれます。ハワイ、太平洋が込んだ純粋なる楽園。イグが海にキスする場所、五山が原子の力で大地を片付くる場所、そして祖先の魂が今もむしづく文化が芽く場所。ようこそハワイへ。ただの楽園ではなく、神の創造が星づく聖群なのです。
ハワイはヤンから生まれました。数百万年前、定脚の下にあるホットスポットが火山の噴火を繰り返し、銅を伝り出しました。そして今もキラウエア火山は活動を続け、大地は生まれ変わり続けています。今まさに目の前で地球が創造されている、その奇跡にあなたは立ち向かっているのです。ハワイ諸島は生活の主要な道からなり、地球上で最も孤立した場所の一つ。その孤立こそがこの地域のユニークさの分だ。ハワイには他では見られない生態系と目のような景観が広がっています。でも本当にハワイを特別にしているのは自然だけではありません。それは人々の心。アロアは単なる挨拶ではありません。敬意と愛、そして自然との調和を大切にする生き方そのものなのです。ハワイには豊かでありながら多くの人に知られていない歴史があることをご存知ですか？ヨーロッパ人が到来する以前、この諸島は自然との調和を重んじる王や女王によって止められていました。例えばカープ制度は漁業や農業を規制し、資源を次の時代へと残すための仕組みでした。ハワイを語る上で火山を外すことはできません。ハワイビマオにある火山国立高原はシーオートムほどの結晶です。固まった幽玄の上を歩き、大地の熱を感じ、神の力が木も動いていることを実感できます。世界最大級のマウナ、ロア火山はわしづかなる巨人のようにそびえ立ち、キラウエア火山は覚え見ない噴火でその力を示しています。まるで創世記が目の前で展開されているように、神聖な創造の瞬間に立ちもやっているようです。火山だけでなく、ハワイは生物多様性の楽園でもあります。トゥロシは熱帯雨林に払われ、ここにしか生種しないガンネネなどの鳥たちの君消えです。そして海は、それ自体が一つの世界です。ハワイの透き通った海には、色とりどりのサンゴが広がっています。ウミガメたちも暮らしています。ザトウクジラは数千キロを蛇して、この温暖な海で出産するためにやってきます。で、ボートの上でクジラのべそが海に向き渡るのを聞く。その壮大さに心動かされずにはいられません。正直に言います。ハワイについて書いている間に、私はこの書道が神の配慮と想像力の確かな章であると強く感じました。永遠の流れからマニの動きに知るまで、すべてが創造の完全さを物語っています。あなたは考えたことがありますか？大地が今も形成され続けている場所を歩くとはどんな感じでしょう？自然のあらゆる場所が永遠の物語を囁いているように感じたことは、ここまで見てきたように、アメリカ南中国とは単なる高層ビルや高速道路ではありません。
都市の壮大さと自然の偉大さが共存しているのです。私たちが訪れたそれぞれの場所には知られざる秘密、驚きの物語、血を飲むような景色がありました。しかし、ラリはまだ終わりではありません。チャンネル登録をして世界の景義を一緒に発見しましょう。さあ、今度はスイスの隠された10の景地を発見するリレに出かけましょう。画面に表示されているその影響をクリックして、この魅力あふれる国の意外な一面を探ってみてください。常識を超えた場所、現実とは思えない美しさ、そして最後の1秒まで目が戻せない不思議が待っています。次なるあなたの好奇心のショーを待たせないでください。またお会いしましょう。それでは次のティッチでお会いしましょう。